おはようございます。たかしです。本日は10月11日金曜日、ただいま10時21分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。FX 初心者の方に向けて YouTube メンバーシップで基礎力アップ動画を毎週配信しています。トレードを基礎から学びたい、もしくは学び直したい方は、ぜひご利用ください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の冷やしからです。現在はこの黄色丸のしてあるところでの揉み合いの期間になっております。この揉み合いを経て下落していくのか、上抜けていくのかというところですね。冷やしては現在ダブルトップっぽい動き、こういう動きですね。こんな感じにも見えてきますので、ここから下落していくのか、それとも現在のこの揉み合いを上抜けていくのかという、今はどちらに動くかがわからないというそういうところにありますので、まずはこの揉み合いをどちらに抜けるのかを待っておくといいと思います。ただ小さくその中でも4時間足では現在ダブルトップを作ってきておりますので、日足のこの大きなダブルトップの中で小さなダブルトップをさらに作っている。そうすると大きな下落の可能性もあります。ストキャスティクスも高値圏、マクディも方向感がなくなってきておりますので、ここからの大きな下落になっていくのかどうかというところを見ておきたいですね。では4時間足です。日足でのダブルトップはこちら側の山と、今右側でさらにこういうダブルトップを作ってきているんですね。日足のこういう大きなダブルトップの中で、さらに右側でダブルトップを作ってきているという最中です。昨日のこの高値、それから直近のこの高値、今そこでダブルトップ。で、ここがネックラインですよね。昨日はその付近まで下がってきておりますので、ここを下抜けるとダブルトップ完成からの下落で、大きめの下落の可能性、191円付近までの下落が考えられます。ただし、基本的には上昇トレンドです。GMMA の青帯、上向きですよね。上昇トレンドってことは、下がってきたところは買われやすいということですので、今現在地付近っていうのは GMMA の青帯付近、それからストキャスティクスも安値圏に差し掛かってきておりますので、当然ここからの上昇っていうところも考えられます。ただ、日足のストキャスティクスは高値圏でしたので、ここから上昇したとしても上値は重くなる可能性は考えておきたいですね。基本的には上昇トレンド中、その中で今ダブルトップ、日足のダブルトップ、さらに4時間足のダブルトップで大きく下落するかどうかっていうところを見ているところです。では1時間足です。1時間足にすると方向感がないですね。GMMA の青帯を下抜けたり上抜けたりという分かりにくい動きをしているのが現状です。ただ先ほど言ったようにここでは今ダブルトップになってきておりますので、ここからこのまま下落していくのか、そして現在は直近の安値付近にありますよね。過去ここの間で1日ぐらい揉み合っているんですが、そう考えると本日からしばらく今日の最終ぐらいまでは揉み合う可能性は考えておきたいですね。そこからの下抜けになるのか、それともまた再び上昇方向に向かっていけるのかっていうところを見ておきたいです。現在地で下げ止まりを作れば上昇方向、下げ止まりをうまく作れなければ下抜けていくと考えておいてください。下抜けた時はダブルトップでの下落ですので、大きめの下落が期待できます。上抜けた場合は直近の高値ぐらいまでの上昇を考えておくといいと思います。ではドル円を見ていきましょう。ドル円もポンド円と同様ですね。高値圏で今揉み合っているところです。ここの揉み合いを経て下落していくのか、それとも上昇していくのかっていうところを現在は見ておくといいと思います。つまり現在地付近からはどちらにも動きやすいというところ。ただストキャスティクスを見ていると高値圏ですので、やはり一度下落方向に動いてもおかしくないのかなとも思います。マックでも弱くなってきてますね。では4時間足です。とは言っても4時間足 GMMA の青帯上向きで上昇トレンド中ですので、やはり下がったところは買われるんですね。こういったところとか、こういったところ。なので今も GMMA に近くなってきますよね。ということはこのあたりからの上昇のイメージっていうのができますが、直近のこの上昇を見ていると、高値のこの更新、ここからここに高値更新、ここからここに高値更新、高値の更新が緩やかになってきてますよね。そうするとここからこんな感じで下落していくということも考えられますので、今はそれがどうなるかっていうところ、高値圏での揉み合いなので、当然ここから下落していく可能性はあるんですが、基本的には上昇トレンド中ですので、下がったところは買われやすいので、ちょっと難しいですよね。上がったところは売られやすいんですが、下がったところはまた底堅い動きをしますので、その間でのレンジみたいな感じになってきます。こんな感じのレンジですよね。このレンジになるかどうかわかりませんが、イメージとしては今高値圏での揉み合い、そこからの上抜けなのか下抜けなのかっていうところを見ている途中です。では1時間足です。1時間足は方向感なく分かりにくい動きをしております。今一応 GMMA の青帯は上向きでした。ただ直近ではこれ横向き、この上向きから横向きになってきてますよね。ということはこのあたりでのこういうレンジをイメージしておくといいかもしれません。基本は分かりにくい動きをするだろう前提で見ておきたいので、明確な節目っていうのはこのあたりになってくるん
んですよね。白い水平線とかこのオレンジの水平線、このあたりが節目になってきますので、そこまでの間っていうのは方向感なく動きそうですので、できればこの水平線付近まで引き付けたいですよね。だいたい147円付近、そして上限が149円とか 149.5 付近、そのあたりまで引き付けると、そこからの戻り売りとか押し目買いができそうですが、それ以外のこういう今みたいなこういう中途半端なところ、ここで動いている間っていうのはトレードがやりにくそうですので、中途半端なところでエントリーすると含み損を長く持ってしまうことになるので、そこはご注意ください。水平線まで引き付ける、昨日の高値とか安値まで引き付けて、そこが意識されるのであれば、そこからの反発を短く狙う方がトレードはやりやすいかもしれません。できれば一度ズドンと下落してきてほしいですけどね、このあたりまで下落してきてくれると、そこからの次の上昇っていうところがイメージしやすいんですが、もちろん下抜けたらまたさらに下落は加速しますけれども、一旦はこのレンジの中で動いてそうですので、その中での動きを現在は見ておいて、引きつけてそこから反発を狙っていくっていう、そういう意味では一度下落してくる、もしくは一度上昇してくれるとやりやすいと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったら、いいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。ノートでは有料マガジンを含め複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能ではリアルタイムな相場の気づきも投稿してます。また限定動画だけをご希望なら YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。